紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガンネットワークへようこそ。ハリガネマガルです。Return of the Obladin。再び戻ってまいりました。こちら、前回最終回を迎えさせていただきましたが、なんかね、最後のパートの方ですごくためになるコメントとかがたくさんありましたので、このまま終わらせるのは惜しいんじゃないかということで、中ちゃんと相談しました結果、ちょっとね、振り返りをしたいなと思いまして、その間にもいろいろちょっとコメントとかをいただいたので、そちらもちょいちょい触れさせていただきながら、最後のちょっとした真実、触れてみたいと思います。もしよろしければお付き合いください。それでは、Return of the Obladin に再び帰還いたしましょう。最後のね、記録の方に。はい、戻ってまいりました。まずね、この臭そうな手、なんだよってなってましたけど、こちらの方もね、コメントいただきました。これ最後の方にね、触れさせていただきたいと思いますので、まずはちょっと、パート1とかからちょっと触れさせてもらいたいんだけど、まずね、パート1で僕がね、最初にモノローグを作っていたやつなんですけれども、このオブラディン号、1802年から半年かけて、こう、失踪証明がされたんですね。で、最終的には1807年、そう、5年かけてこちらに戻ってきたわけですわ。で、それが、インドじゃない、イギリスの、ここの、ファルマス港。ここじゃなくてね、なんか地図で見たんだけど、ここら辺に戻ってきたんだよね。だからこう、追いかけると、ここで、ね、いきなり、ステーキじゃなくて、イカ野郎がドスーンみたいな感じで、いろいろあって、で、ここら辺で、完璧に消息を絶ったんだけど、そっから潮の流れに乗って、ここら辺にたどり着いたってことなんだよね。だから言うなれば、ここのどこかに、このドーバー海峡か？ここか、ドーバー海峡。ここは何海峡なんだ？ここら辺のどっかに貝殻があるっていうことになるんだよね。なんじゃらほいということで、それはまだ分かってないんだけど、もしね、分かる方がいらっしゃったら、ここでもね、コメント、どしどし応募しておりますので、ぜひお願いいたします。パートマンはね、こんなもんかな。ファルマス港はイングランドだったっていうことなんでね。結局どこなんだいっていうところを、やっと調べることができました。で、パート2とかツンツンツンって言ってて、ごめんなさい、パート1から3あたりまで、ちょっとレフトにしか音入ってなかったみたいなんで、そこは、ここで、ちゃんと謝罪をさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。今後ね、こういうことがないように、中ちゃんとちゃんと確認しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。んで、パート4。破滅の7、章 4？はじめじいちゃん。このはじめじいちゃんって、漢字は想像の想で、はじめかなみたいなコメントあったんでしたので、バシッと答えさせていただきたいと思います。破滅の章のこちら。ジョージ・シャイに扮する、はじめじいちゃんの漢字は、漢数字の1と書いて、はじめです。よろしくお願いします。以上です。次、パート6かな。死に至る病。その2、その4。死に至る病のところで、大ポカはかましているんですが、ここら辺で私が、この寝袋のシュラフのね、
このハンモックの番号に気づいたのが、これから先すげえ楽になるじゃん、みたいな感じでコメントいただきまして、ありがとうございます。それのコメントのおかげで多分完走することができましたね。そうです。絶対そうです。鼻が高くなりましたからね。まあその後にね、ボキッと自分でその高くなった鼻の骨を折ってるんですけどね。番号間違えて。んで、ちょこちょこ行ってパート10、パート10のところが、海の兵たちさんの、まあ、ニコピー。なんか取引選んじゃったけど、ちょっと出てきますね。ニコピーのところでね、大変たくさんのところをね、まあ、ニコピだったり、ヌーツヨだったり、こう、いろいろ、どんどん、こう、ニコピをね、ピッピッピッとこう名前変えてましたけれども、そこで耐えられなくなったのかな。ニコピの特性で大変ぐだって、なんでやねんって素で声が出たっていうコメントがありました。それに関しては私から謝罪をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。しょうがないじゃん。だってわかんないんだもん。ちゃんとね、していかないとね、まだ半分も言ってませんからね、パート10のところでね。なんでやねんって突っ込まれるの早すぎですからね。もうちょっとね、ちゃんと推理していきたいと思いました。丸。パート13のあたりで、殺人の章。もう、そっか、もう殺人。ここら辺からもう、ドラゴンボールみたいな感じになってましたね。この時に、あれだ、スケッチ。ここだ。これの時の、ラウ北線を撃ち抜いた時の、その、車種をちゃんと殺した人として特定しなきゃいけないっていうことに気づいて、弾道、この誰の弾丸が貫いたのかっていうことを気づいたのは賢いっていうコメントがありました。賢い。いい言葉だ。そしてここで、ロデリック・アンダーセンの名前がもう覚えられませんっていうので、偽ロデリック・アンダーセンの烙印を押したわけですけど。そこでもね、それって結構いろんな人、ロデリック・アンダーセンの名前覚えられないよねっていうコメントもあったので、僕一人がもうロデリックを特定できない病気ではないということがね、判明しましたので、これもね、大変心が癒されました。僕だけじゃないんだっていうことでね。パート14、殺人、まだ殺人でしたね。ここら辺はもう怒涛ですからね。ヌーツヨですね。ヌーツヨパスクワのとこで、なんでやねんパート2をいただきましたね。あとね、疲れてるのか休めいろんな人がここら辺で疲れて変な推理になったから、お前もちょっと休めみたいな感じで、体調を心配されましたね。いやー、ありがたいですね。体調と脳をね、同時に心配してもらえるなんてね、実況者じゃなければなかなかないことですからね。ありがとうございます。そんで、パート15、呪われた獲物5章のその3。呪われた獲物の5章。この3。そっか。ワッシームだね、ワッシーム。ワッシームで、ジョンに対してすごい量の、このジョンに対しての、あれがこうだから、ジョンは、タメ口で話されてるから、とかっていう、すごいなんか僕に気を使っていただいた感じの婉曲的なアドバイスがたくさん目立ちましたので、ここも感謝の念を捧げさせていただきたいと思います。ありがとうございます。支えられてんなぁ。パート16、出現の章、この3、フォルモサ奥義の初出ですね。ここら辺でもね、やっぱいろんな方が、ちょっと婉曲的にこれは、なかなか、このオーブラディンという作品に対しての肝だみたいな感じでね、教えていただいて、本当にありがたいと思いますね。そんなこんなやりつつも、僕がね、お平岩とかそこら辺をこういろんな人におへへをこうねすりつけていった結果パート17では
コメントの方にもおへへがちょっと感染してしまったらしく、何件かおへへ、おへへへへへへへっていうコメントがね、いただきまして、中ちゃんにも感染してましたね。やっぱ苔の一年、岩をも通す。そういうことなんじゃないでしょうか。で、パート 18？ そうですね。もう僕がね、本当に載せてほしくない部分ばっかりで、カットでお願いしますとか倍速でお願いしますって言ってるのね。まあ、ここら辺でね、もうコメントからもね、出た。18番。お箱。長ちゃんのお箱。ですよね。無視するの分かってました。みたいな感じで言われておりました。まあね、私も大変助かっておりますけどね。そこでね、一笑い取っていただけるのは。他に、貝殻餅が二人いた。人魚ちゃんのね、人魚のやつを見て、貝殻って2つあったんだって気づいたとこだったね。あれは、ここら辺か。ここら辺で、あれ貝殻2つあんじゃんって気づいてたんだね。でも、そうなんですよ。その4の時に気づいてたんだけど、でも、ここでね、リム様言うって、死んどるわけですわ。だからこう、蕎麦屋のフォルモサ扇、ここで使われてるから、この貝殻2つと、あと、蕎麦屋が突っ込んだ貝殻。で、この時点で3つあるってことがわかるんだよね。で、そのコメントで、ベンが突っ込んだのは手だけじゃないぞ、とか、ありまして。やっぱ、ある程度わかると、このコメントも聞いてきますね。こう、リバーブローのように徐々にね、顔がもう真っ青になりましたよ。それじゃないんですけど、まあ同じくロシア人のものに関して、もう賭博のシーン見たらここで悲鳴あげるぞ。まあ、次のパートでね、パート19でね、おへへへへへというね、悲鳴、あれれー、おへへーって悲鳴を上げさせていただきましたけれども、ありがとうございます。その振り、大事に生かさせてもらいました。なんでね、パート20で、やっとこうね、もう全部見ちゃったじゃんってなった後に、やっと韓国の中国人たちのね、おしゃれに気づくことができました。ここら辺はね、まあ、私の観察眼と、ね、洞察力というか。で、その次のね、ちょっとワードにまとめたんですよ。ここのコメントを拾おうかなっていうやつね。このパート20でね、モロッコはカナリア諸島のすぐ隣に、エヴァンズのことですね。ここでもう言われてたのか。でもね、このコメント多分ね、僕読んでるんですよ。でも読んでたので、カナリア諸島にしちゃったんだよね。これがヒットだったのを、ヒント丸々答えだと思って失敗するカンニングペーパー読むバカなやつみたいな感じになっちゃいましたね。本当はね、もうちょっともう一ひねり考えてくれればよかったのになっていうコメントでしたね。まあ僕が拾えなかっただけなんですけど。で、次のパート21ね。何がどうなって中東にうるさいな、もう。なんで中東になったんだ。まあ、あれなんですよ。もしかしたら言ったかもしれないんですけど、僕は地理が苦手で、日本地図とか世界地図っていうのを、自分が住んでいる場所から左か右か上か下かっていうのでしか判断をしたことがないので、モロッコも中東も、自分より左なんで合ってますね。対極的な意味ではね。もうちょっと頑張ります。で、このパート21でも、中ちゃん、今の感想を素直に出しちゃっていいのよって。僕がわじゃこじゃ言ってるから、ちょっともう、代弁してくれと。視聴者さんの今のモヤモヤを中ちゃん、あんたも感じてるだろうと。なんかもう中ちゃんに対して話しかけ出しちゃってますね。このコメントがね。大変ありがとうございます。励みになりますね。
もうね、別のコメントで言うとね、アンポンタンというコメントが来ておりました。罵倒ですよね。ただの。まあ確かにね、トンチンカンかアンポンタンかといえば、まあ僕はアンポンタンの方ではありますけれどもね。頑張って生きてるんですよ。生きていきます。で、こっからですね、パート22。ここからね、取引の章に差し掛かっていきました。取引の章。これね、もう表紙の時点でね、やっぱ分かったんですね。この手、やっぱ毛深いし、なんだかんだで、やっぱ猿の手なんですよね。ここをね、いろいろなコメントでも触れていただいておりまして、そこら辺も触れたいね。そう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 。まず、何より、なぜヘンリー・エヴァンスがこの猿を撃ったのか。人懐っこく、しかし性悪な面もあったペットの猿は、人の探求欲の犠牲となった。この人の探求欲。これは、ヘンリー・エヴァンス。そう、まさに、メメント・モーテムの懐中時計の元の持ち主。この人の探求欲。そう。メメント・モーテムというのは、人のというか、牛のというか、いろいろな動物の残留思念、死んだことによる残留思念によって、その周りと紐づけて、その一体、時系列的な近場の記憶を掘り下げることができる。これを狙って、ヘンリー・エヴァンスのペットの猿は残留思念を残すために、ここで撃ち殺されたと。そういうことなんですね。いやー、これね、教えてもらったとき、おーって思いました。いやー、いいコメントです。ありがとうございました。ほんとね、これを気づくことによって、だからこの取引の章、ヘンリー・エヴァンスは最後の最後まで隠していたのかと。ここまで全部を分かっていないと、この取引の章解放されないということというのは、やっぱりヘンリー・エヴァンスが犯した罪みたいなもの、猿を撃ち殺した。それがあってまで探求したかったということを任せられるかどうか。それを試していたんだと思うんですわな。いやー、人の業、まさにそのものですね。命は尊いものだけど、やっぱり探求心が物を言わすっていうことなんだよね。このから先っていうのも、やっぱ、本来はエヴァンスが知り得ないものですからね。だからやっぱ、このオブラディンの最後、そして最初から起こってきた一連のものを誰かに見てもらいたい。そういった欲求みたいなものがあったんじゃないだろうか。そしてこの板垣さん。板垣さん、このセリフね。なんだかんだここもびっくりでしたね。船長が全部捨てたかとって言ってるんですよね。だから船長はこの時点で2つ捨ててるっていうことが判明するんだね。で、みんな知らなかった3つ目の貝殻。なぜかといえば、そう、蕎麦屋がフォルモサ王妃のために突っ込んでいたから、その時に生きている人間、もしくは真っ当に喋れる人間、その人間たちが全員いなくなっちゃってるんだね。そして、ここに繋がるんだ。フィリップ・ダール。産地ゼロになっちゃって、よくわからない言葉ばっかり喋っていたっていう風になる。この人間がなぜ、この箱の水銀の中に手を突っ込めたのか。なぜかというと、同じ小舟に、そう、蕎麦屋と同じ小舟に乗っていて、そしてフォルモサ奥義をしているところを、もしかしたらこいつは見れていたのかもしれないね。だから、三つ目の貝殻がこの箱の中に入っているっていうことを知っていてもおかしくはない。そして、産地ゼロになっちゃって、あの人魚が、みたいな感じで、こう、ジョンをね、バシューってやるぐらいまで狂っちゃっていた状態。その中で、逃げるために、そう、人魚とかをどうにかするために、なぜかというと人魚はこの状態でもトゲをバシバシ飛ばして倉庫とかを貫通していたからね。その危機的状況から逃げるために火事場のバカ力で鎖を引きちぎって
この貝殻、フォルモサ奥義さえ使えれば、みたいな感じで、手をズボッと突っ込んで出した貝殻がとっても美しかったっていうので、彼は産地ゼロで、COC では、残念ながらキャラクターロストですっていう形になったっていうことなんですね。いやー、深い。そしてこの、もう、ウィッテル、ロバート・ウィッテル。こいつもね、やっぱ、貝殻を2つ捨てた後に、怪物を沈めろ、クラーケンを呼んだらお前たちだろう。もしくは、この金魚たちをバンバンと撃って、そこから貝殻をダッシュして、そして貝殻を捨てることによって、シャルルとルイが死ぬ前に船長が追い払ったということに繋がるのかもしれないね。だからあの貝殻自体1個2個でも3つ全部捨てなくてもある程度の効果を上げていたのかもしれない。まあここら辺はね、まだ静止したものしか見れないと保健挑戦。私、そして皆様。この中ではね、完璧にこうだということを定めることはできないけれども、いろいろ人の探求心、そしてオスカット、ウィッテル、そう、この二人とかの最終的な争い。ここもね、やっぱコメントにあったんですけれども、まあ、ロバート・ウィッテレルは半裸だった理由は、もうオブラディン号でいろいろな人を殺してしまって、アビゲイルも死んでしまった。それによって自殺するつもりだった。そこに乗り込むホスカット。これはなぜかというと、コメントで、倉庫から大イカを去らせるに何か怪しい手段を使ったんじゃないかっていう風に、モジャジャか誰かが考えた。そしてホスカットもそう考えた。船長が危険な貝殻を使ったんじゃないか。あの拾ったやつ。そして危険な貝殻は船長が独占している。募る不信感。そして、この破滅というかね、脱出からのこちらですよね。終幕につながったと。で、このウィリアム・ホスカットも、金儲けのためとかではなくて、その貝殻、お前がまだ持っているんだろう。その貝殻を捨てなければ、これからもっといろんな最悪が降りかかってくる。この船を沈ませないためには、その貝殻、お前が私利私欲で持っているんだろうっていう風に、そうね、伝わらないんだよね。だからもしかしたらブレノンも、どこだ、ここにあるだは分かっている。ここにはない。海の底だ。嘘だな。これも、なんだろうね、疑心が重なってしまった。そんな、なんだろう、もしかしたら悪い人間は、エドワード・ニコルズ以外は誰もいなかった。そうなのかもしれないですね。もう本当にエドワード・ニコルズに対してのコメントの、このすごい罵倒、罵詈雑言がすごすぎて逆に笑っちゃいました。というわけで、そんなこんなで、リターンオブザ・オブラディン。最終最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。さてと、このように、リターンオブザ・オブラディンを終わらせることが叶いました。そしてね、最後にコメントで募った、次回の実況についてなんですけれども、なんと、次回作決まりました。作者が同じということで、ペーパープリーズ。アルストツカに栄光あれ。こちらの実況をさせていただきたいと思います。他にもね、何でもいいからインディーズゲームとか、ポケモンとか、逆転裁判とか、いろいろなね、ゲーム紹介していただいたんですけれども、今回はやっぱり、ペーパープリーズ。この監督のね、素晴らしい作品だということを改めて聞いておりますので、そちらをやっていきたいと思います。他にもね、ダークソウル3、逃亡兵士の成り上がり、なんていうゲームのシリーズも現在進行中でやっておりますので、こちらの方にもコメントしていただけたら大変ありがたく、モチベーションが上がり、そして鼻も伸びるという思いでございます。そして、ポケットモンスター。こちらもね、ちょっと今まで全然やったことないジャンルで、長ちゃんと話し合った結果、ダークホースって長ちゃんが一言だけ言ったんで、ちょっとこちらに関しては、僕が、針金曲がるがですね、ポケットモンスター
赤と緑しかやったことがないので、レッツゴーピカチュウというね、ピカチュウを主軸に置いた初代のリメイク作みたいな、そちらをね、生配信の方でやらせていただきたいと思います。こちらね、ながちゃんの編集ではなくて、僕がちょっと自分でカットしたいとか、字幕入れたいとかで、改めてアーカイブというよりかは何かしかの形に残していければな、みたいな感じで思っておりますので、そちらも合わせてコメントなどなどで応援していただければこれ幸いでございます。それでは皆さん、長々となりましたけれども、このリターンオブジオブラディンで皆さんと楽しくコメントを交えながら謎を解けたことによって、実況するモチベーションがぐいぐい上がっております。この後も、針金曲がり、そしてハリガンネットワーク。編集の中地を含めたね、このハリガンネットワークを一緒に楽しく盛り上げていきましょう。それでは皆さん、また次の動画でもお会いいたしましょう。